お疲れ様です。今回は生成 AI どれ課金したらいいのっていう、この質問にね、答える回をしたいなと思います。はい。っていうのも、こうやってYouTube のね、発信をさせてもらってて、結構ね、リアルな知り合いから、生成 AI どれ選んだらいいのっていうのを聞かれることがね、増えたんですよ。で、しかも、やっぱり僕の周りにいる人たちってエンジニアさんでもなければ、プログラミングをね、詳しいわけでもなく、なんなら、その、英語の UI 苦手なんだよねっていうところとかですね。あと、生成 AI 何ができるのって、そもそもそれがわからないっていう方がやっぱり多いんですよ。で、もちろん僕自身も整体師なんで、そういう専門的なことがわからないなりに、それでもやっぱ AI 使ってみたいなとか、これからやっぱ使えるようになった方がいいよなっていうような危機感を感じてる方からやっぱりお話をいただくんですよ。相談をですね。なので、エンジニアさんでもなければプログラミングもやりません。で、これから AI 初めて課金したいなと思ってますっていう方向けに、今僕がおすすめするならどれっていうのをお話ししたいなと思います。で、今回、格論は全く喋らないです。この性能がこういう風によくってとか、これがこうでみたいな、そういう細かい専門的な話はね、一切せずに、もうざっくりと、こいつはこうですっていう話だけをします。はい。なので、それぞれの、チャット GPT とか、クロードとか、ジェミニとか、今回その3つをね、紹介するんですけど、それぞれどういうことがもっともっと、できるのかって深く知りたい方は、ケイトさんとか、池友さんとか、そういう方の専門的な動画を見てもらえるのが一番いいと思います。はい。あくまでも僕が、ざっくりとお話をさせてもらいます。はい。で、素人目線で、必要情報だけに絞ってお話をさせていただきますので、はい。興味がある方は最後まで見ていただければなと思います。はい。で、よくある質問なんですけど、これですね。仕事に使えるのっていうふうによく聞かれるんですけど、まずね、使えます。はい。使えますし、使った方がいいですね。絶対に。もう絶対に使った方がいいです。もう全然楽なんで、はい。何にどういう風にとかっていう、そういうなんかアイデアとか、そういう業務効率化のなんかパターンとかって、もう本当に世の中に溢れてるんで、調べればもうめちゃくちゃ出てきます。はい。だから使うか使わないかの話で言ったら絶対使った方がいいです。はい。明らかに変わります。はい。で、複数課金した方がいいのっていうこともね、聞かれるんですけど、1個でいいですよ。もう全然1個でいいです。僕、もうね、3つ、4つ、もう本当に、3つ4つどころかっていうぐらい課金してるんですけど、こういうのはね、特殊です。はい。特殊です、僕は。使ってみたくって使ってるっていうだけなので、じゃあ実際に実務で使うかって、使ってるんですけどね、僕に関しては。ただ、これから AI 使いたいなっていう人に関しては、全然1個でいいです。はい。全然1個でいいです。十分です。はい。もうどれも性能高いんで、はい。なんで、まず1個使ってみて、で、もっとこうしたいなとかっていう風に、自分のアイデアが出てきたりとか、このニーズに対して、この仕事、用途に対してもっとこういう風にしたらいいのになっていう風に、ランクアップさせたいんだったら、こいつも選ぶとかって特化型を選んでいくっていうのがいいと思うんで、はい。まずは1個でいいです。全然 OK です。はい。で、どれが一番いいのってこれめちゃめちゃ聞かれるんですよ。いっちゃんいいやつどれみたいな。はい。どれもいいっす。本当にどれもめちゃくちゃいいので、本当に好みです。もう好みの問題。あとは、自分が、どういう条件を持ってるかが大事だと思うんですよ。こういう風に使いたいとか、この場面で使いたいとか、普段からこういう風に仕事してるから、ここをなんとか楽にしたいな、効率化したいなっていうのがあった上で選ぶっていうのがやっぱ大事なので、そこはやっぱね、好みだし、本人のね、条件次第なんですよ。はい。なので、これが絶対の正解ですっていうのはやっぱ存在しないので、なので、自分がどういう条件で使っていくのかっていうのを参考にしてもらえればなと思います。はい。で、これね、これね、僕の YouTube チャンネルのライブ配信で、絶対に課金したい生成 AI はっていうので、非エンジニア視点でティア表を作ったんですよ。で、一応ランキングで言うと、トップがチャット GPT で、2番手にジェミニ。で、3番手にクロード。で、4番手にフェローで、5番手にパープレキシティかなっていうようなランキングにはなったんですね。はい。で、今回お話しするのは、このチャット GPT とジェミニとクロードの3つだけです。はい。もうこれが、なんていうんですかね。四天王じゃないけどもうトップ3です。はい。とりあえずこの3つ知っといて、で、どれか1個課金しとけば、ほぼほぼ問題はないです。はい。
ほぼほぼ問題ないので、じゃあそれ以外にもっとっていうのが出てきたら他のを選ぶとかリサーチするってのでいいと思います。はい。で、まずね、チャット GPT なんですけど、正直こいつをね、課金しとけばほぼほぼ問題ないと思います。はい。で、今、プラスプラン、有料プランが、2つあるんですけど、月20ドルの方と月200ドルの方なんですけど、全然月20ドルの方で OK です。はい。今僕が初めてこれから課金するってなっても、チャット GPT のこの月20ドルを課金しますね。はい。で、本当にね、ほぼ何でもできます。ほぼ何でもできます。で、ウェブ検索もできるし、テキスト生成ってその文章を書いたりとか、ブログ書いたりとか、議事録作ったりとかっていうようなことも全然できるし、画像もハイクオリティでできるし、で、PDF、Excel、Word、で、PowerPoint も読み込んで、この中の情報を分析してとか、この情報を抜き取ってとかっていうこともできるんで、もうほぼ何でもできます。はい。もうこいつ、持っといたら全く困らないですね。はい。で、何がいいかっていうところで言うと、操作がめちゃくちゃ分かりやすいですね。もうこれがね、一番じゃないかなと思うんですよ。素人の僕たちって、何がどういいとか、この性能がとか、この機能を使ったらここが業務効率化できるよとかって、今いろいろね、情報出回ってますけど、なんだかんだ操作しやすい、扱いやすいは神なんですよ。もう完全に正義なんで、もうこれに関してはチャット GPT が一番操作しやすいと僕は思ってます。はい。もう何においてもやっぱ操作のしやすさって完璧っすね。はい。ここはもう間違いないと思ってます。で、あとは、やっぱりね、ユーザーが多いんで、情報が多いんですよ。ここもやっぱりすごく大きなところで、もうね、チャット GPT 使い始めたら、自分の脳みそがチャット GPT のアンテナが立つんで、チャット GPT の情報が簡単に入ってくるようになるんですよ。で、入ってくるってなったとしても、自分で調べなくっても、大して調べなくってもたくさん入ってくるぐらい、もう世の中に溢れまくってるんで、これやってみたいなとか、この機能なんだろうって気になったら、検索したらほぼほぼ出てきます。はい。ここはマジで、重要なポイントだと思います。みんなが使ってる。で、みんなが情報を出してくれてるんで、ほぼ迷うことなく、欲しい答えにたどり着けるので、これもチャット GPT の今のもうこの地位を確立している強みだと思ってるので、はい。もうここですね。はい。だと僕は思ってます。で、当たり前なんですけど、高性能です。はい。もう高性能です。もう間違いないです。はい。で、微妙な点を挙げると、モデルが多いんですよね。なので、やっぱちょっとね、迷っちゃうとは思ってます。はい。今これ左側がチャット GPT の画面なんですけど、ここ今 O3 って書いてて、こんだけあるんですよね。4O、O3、O4 ミニ、O4 ミニ、はい。で、このその他のモデルのところを押すと、ここにも出てくるんですよ。今ちょっと端っこに行っちゃったな。こんな感じで。4.5、4.1、4.1 ミニみたいな。もうね、たくさんあるんですよ。もうね、ここだけです。このチャット GPT の微妙なところはここだけ。はい。で、何使えばいいかって話で言うと、4O と O3、この2つだけ使ってればもう間違いないです。全く問題ないです。はい。で、もう、正直言うと、4O こいつだけ使ってれば本当問題なくって、で、さらにちょっと仕事で使いたいなとか、ハイレベルなことをやりたいなとか、そういう質問をしたいなとか聞きたいなって思えば O3 選ぶっていうのでいいんで、もうこの2つだけ使ってれば全然 OK です。はい。僕も正直この2つぐらいしか使わないですね。はい。若干僕は使い分けをしてますけど、登場機会が多いのはやっぱり 4O と O3 のこの上の2つだけなので、もうこれで OK です。全く困らないです。はい。っていうところですかね。なんでモデルが多くて迷っちゃうと思うんですけど、もう絞っちゃっていいですよ。全然 OK です。はい。で、どういう人におすすめかっていうところで言うと、まずはこの生成 AI を使ってみたいなって思ってる人とか、これから初めて生成 AI に課金しますっていう人は、もうチャット GPT 一択で僕はいいと思ってます。はい。もうまずこっからですね。はい。で、おすすめの機能としては、さっきお話しした O3。もうこれが使えるっていうのがめちゃくちゃ強いんで、もうこれですね。はい。
で、あとはディープリサーチとか画像生成とかプロジェクト機能とか、本当便利な機能たくさんあるんで、この辺は課金してから、どういう機能なんだろうって探してもらえればもうすぐ出てきます。YouTube でも使い方の解説動画なんてめちゃくちゃたくさんあるんで、もうぜひ見てください。はい。で、O3 が使えるっていうことと画像生成が使えるっていうのが、日常的にはすごく便利だし、お仕事で言うとディープリサーチ使えるようになると、そのリサーチ業務とかレポートを書くとか情報収集っていうのがめちゃくちゃ効率化されて、しかもハイクオリティなんで、もうここですかね。はい。もう実際この3つ使ってればもうマジ問題ないです。はい。まず問題ないので、ここですよね。はい。もうチャット GPT はこれだけでも月3000円の価値は十分にあります。はい。絶対後悔しないので、あとはどれだけの頻度で使うかっていうだけの問題で、全然もったいないとかは全くないですね。はい。マジでおすすめです。はい。というのが僕のチャット GPT の意見です。はい。で、次に、ジェミニですね。ジェミニはGoogle が開発してるモデルになるんですけど、これも月3000円で使えます。はい。で、特徴としては、こいつもね、何でもできます。ウェブ検索もできるし、画像も作れるし、もちろん文章も書けるし、ファイルも読み込めるようになってるので、本当何でもできます。はい。で、いい点は、高性能なのは当たり前なんですけど、ジェミニに関しては Google ワークスペースとの連携、ここが一番の強みじゃないかなと思ってますね。はい。なので Google ワークスペースを普段から使ってますっていう人はもうジェミニでいいと思ってます。僕としては。なので Google ドキュメントとか Google スプレッドシートを普段から多用してますっていう人はもう全然ジェミニを選んでいいと思います。もうチャット GPT じゃなくてジェミニでいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいですね。ここからはいけないな。Google ワークスペースで、例えばですけど、これ僕の YouTube チャンネルをリサーチさせて、でこうレポートを作ったんですね。だからここにジェミニってこう右のサイドバーに出てるの分かります？ここでジェミニが使えるんですよ。で、もしかしたらここ今ない人も、ここにキラキラマークが出ていれば、これを押すとジェミニが横に出てきて、でじゃあこの内容を300文字で要約してっていうと、今この左側に映ってる Google ドキュメントの内容を読み取った上でここで回答してくれるっていう感じなんですよ。でこれができるんですよ。なのでドキュメント開きながらここでジェミニに質問したりとか、ここの文章をこういう風に変えたいんだよねとか、ここをリスト化したいんだよねとかっていうのもできるんですよ。ここでこんな感じで、今この囲ったところをリスト化してくれって言ってリストにしてくれたんですね。で挿入って押すとリストが入るっていう感じになります。ここに入ったですね。今ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こういうことが Google ドキュメント上でジェミニを使って簡単にできるんで、わざわざこっちに行かなくてもやれるっていう感じですね。ここが利点になります。はい。なので普段から Google ワークスペース、Google スプレッドシートとかドキュメントを使っている人はもう全然ジェミニでいいと思います。チャット GPT 課金しなくてこっちでも全然いいんじゃないかなと思ってます。はい。で正直ね、微妙な点はねほぼないんですよね。ほぼないです。うん。本当に細かいことを言えばチャット GPT よりも機能が少ないなとか、そういうのはあるんですよ。そういうのはあるんですけど、その生成 AI の初心者でとかプログラミングとかをやらない僕らが不満を感じるほどのその微妙な点があるかっていうとほぼないです。はい。個人的にはその出力される日本語の文章がちょっと回りくどいなっていうのはあるんですよ、印象として。
ただそれって僕がチャット GPT とジェミニとクロードのそれぞれが書いた文章を読み比べてそう感じるぐらいなので、そんなに感じないと思います。普通に使ってる分には。はい。なので、ジェミニはね、個人的にはおすすめです。はい。なので、おすすめな人とすれば、普段から Google ワークスペースを当たり前に使っている人は Gemini でいいと思います。チャット GPT に課金せずに Gemini に課金するで全然いいなと思ってます。あとは、僕みたいに大量の PDF、例えば論文を読むとか、例えば他のお仕事で、例えば補助金の要項を読み込むとか、もう50枚単位の PDF の内容を理解しなきゃいけないとか整理しなきゃいけないとかっていう人はジェミニがいいんじゃないかなと思ってます。はい。あとはおすすめ機能としてはね、ディープリサーチの精度とかで言うと個人的にはジェミニが一番いいんじゃないかなと思ってるんですよ。チャット GPT のディープリサーチも相当精度高いんで、もうこの辺は本当に好みです。完全に好みの差なんですけど、個人的にはディープリサーチはジェミニの方が信頼できるなと思ってるので、リサーチ業務をねたくさんしたい人とか、僕みたいに論文をたくさん漁りたい人はジェミニありだなと思ってます。はい。っていうところですかね。はい。だからジェミニも全然負けてないっていう言い方はあれですけど、かなり僕はおすすめしたいですね。はい。で最後クロード。クロードは初めて生成 AI を課金する人におすすめできるかって言われるとちょっとね微妙になります。正直ほぼほぼね何でもできるんですよ。金額も一緒で月20ドル月3000円なんですけど、画像生成はできないんですよ。この3つのモデルに関しては唯一その公式の機能標準機能で画像生成ができないのがクロードだけになります。ただそれ以外のウェブ検索とか文章作成テキスト作成とかはできるし、ファイルの読み込みもできるし精度も高いです。はい。なので画像とかそんな作らないんだよねっていう人は全然クロードでもいいなと僕は思ってます。はい。でいい点としては、高性能なのは当たり前なんですけどプログラミングに強いんですよね。なのでやっぱりエンジニアさんとかプログラミングをされてる方から評価が高かったりすごく人気になってます。はい。で個人的にですよ、あくまでも個人的な意見なんですけど、このチャット GPT、ジェミニ、クロードで僕が一番好きなのは何かどれかって言われたらクロードが一番好きなんですよ。はい。でなんでかっていうと日本語性能が高いんですよね。その日本語性能が高いってどういうことかっていうと、僕が書いてほしいニュアンスとか文体とかこの文調っていうんですかねっていうその感覚で一番僕の思い通りの文章を書いてくれるのがクロードなんですよ。はい、これはねもう昔から言われてて、日本語に関してはクロードが一番いいよねっていうのは結構前から言われてます。で未だに評価は変わってないので、はい、もうちょっとある程度その文章をたくさん書く、ブログを書くとか本を書きたいなとか論文書きたいなとかコラムをね毎日書いてるとかメルマガ発信してますみたいな人たちで、自分が書いたように自分好みの文章を書いてほしいんだったらクロードだと思います。はい。そこっすね。そこが一番重要だと僕は思ってます。はい。で微妙な点で言うとちょっとね UI が難しいんですよね。若干。はい。でチャットのタイトルが英語になるんですよ。でこの辺がちょっと初めての AI っていうのに関して言うとハードルになるのかなと思ってます。だからこの UI の感じで言うと日本語に対応してくれたんですけど、ここ見てもらったら分かるんですけど、チャットしました。でチャット GPT とかジェミニとかはこのチャットの履歴日本語になるんですよね。この味噌ラーメン発祥の地ってどことかっていうのを聞いたら、その質問に対してこのチャットはこういう話でしたよっていうのでタイトルが簡単に日本語になってくれるんですよ、自動で。ただクロードに関してはチャットをしたらタイトルが英語になるんで、ここだけが後で見返すとかチャットどれだったっけっていうのがね自動では日本語にならないんで自分で日本語に書き換えるとかっていうのをやらなきゃいけないんですよ。若干この辺ぐらいかなと正直は思ってますけど、はい。
ここがなんだろうな、素人っていう言い方はあれですね、初めて生成 AI を課金するっていう意味で言うと、ちょっとねハードルになる可能性がありますね。はい。僕自身もちょっとやっぱり最初はこれちょっと扱いづらいなって思ったのは正直あるので、もう今は慣れちゃったんで全然問題ないんですけど、あとはそのチャットした後にねタイトル書き換えちゃえば問題はないんですけど、そこが一つあるのかなと思ってます。はい。あとはなんだろうな、個人的な意見で言うと、プログラミングをやらないんだったらクロードじゃなくてもいいなっていうのは正直にあるので、なので誰におすすめをするかって言ったら、プログラミングをしたい人、これからやっていきたい人っていうのでクロードをあえて選ぶっていうのはありなんですけど、このクロードをもし選ぶんだったらチャット GPT かジェミニどっちかを先に課金しといて、その次にっていう立ち位置でもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。であとはもう本当に本気でガチガチに日本語の執筆文章作成にこだわりたい人はクロードでもいいかもしれないです、最初から。はい。なのでもう毎日メルマガ書いてますとか、毎日ノートとかブログとかを更新してて、それが一つの仕事になってますっていう人とか、あとは本を書きたいですっていう人はクロードで全然いいと思います。はい。全然選ぶ価値があると僕は思ってます。はい。でその理由の一つとしてはあるんですけど、プロジェクト機能っていうのがあって、これがあると文章作成においてその内容を一貫性を保ったまま連続でシリーズ化したりとかできるんですよ。だから本を書くときに第1章第2章第3章ってこれをストーリーをつなげなきゃいけないじゃないですか。それが途切れずに書くっていう作業がすごくやりやすかったり、文章の管理がしやすかったりするんですよ。であとは自分オリジナルの文体を登録できたりするんですね。なのでクロードが本当に自分が書いたような口調でっていうのを書けるようにそれを設定できるんですよ。登録ができるんですね、こういう口調っていうのを。でその機能もめちゃくちゃ手軽なんで、毎回毎回こんな口調でっていう風な指示を出さなくても、それをポンって選ぶだけで自分の口調で文章を書いてくれるっていう機能があるので、なんで文章作成にこだわりたいんだったらクロードだなと思ってます。はい。ただこれから初めて AI 触りますっていう人にまず一発目でおすすめできるかっていうと、そうじゃないかなっていうのが正直な意見になります。はい。という感じですかね。はい。あくまでも素人の僕が使ってみた上で、これから初めて AI を課金します。で自分たちはエンジニアでもなければプログラミングに詳しいわけでもなく、なんだったらちょっとその UI とかね、その画面に英語が混じってるとちょっと怖いんですとか扱いづらいんですっていう方向けに、じゃあどれ選ぶ、今だったらどれがいいのっていうので僕なりの意見をお伝えさせてもらいました。やっぱりねチャット GPT 選んどくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。このチャット GPT の情報とクロードの情報ってものすごく差があるんですよ。クロードの使い方とか、もちろん探せば出てくるんですけど、チャット GPT よりも圧倒的に数が少ないので、なかなか欲しい情報に届かないとか行き着かない可能性はあるんですけど、チャット GPT に関してはもう調べれば使い方なんてすぐに出てくるんで、そういう意味でもやっぱりチャット GPT がおすすめかなと僕は思います。ただ個人的に僕が今一番好きなのどれって聞かれたらクロードです。はい。はい。そこははっきりお伝えさせていただきます。はい。という感じでちょっと僕なりに、今生成 AI どれ課金したらいいのって、聞かれることが増えたので、それに対してどう答えるかっていうね、メモを準備したんで、せっかくだったらちょっとここで共有しとこうかなと思ってお話をさせていただきました。参考になれば嬉しいですし、コメントでね、私はこう思いますよとか、僕はこれを選びましたとか、そういうのをもしいただければ嬉しいです。はい。というわけで以上です。では。